皆様新年明けましておめでとうございます。東京ベジライフのなつきです。今まで名前を出さずに東京ベジライフとして活動してきたんですけれども、名前を隠そうとしていたわけではなくて、ちょっとお出しするタイミングを失ってしまっていたというところがあったので、新年も明けたということで名前を出してこれからは行きたいと思います。なつきと申します。よろしくお願いします。今私は年末年始の休暇でタイのプーケットに来ているんですけれども、今日は新年ということで、去年の抱負を振り返りながら今年の抱負をシェアしていきたいと思います。去年と今年の抱負の話をする前に、皆さん抱負って毎年決めていますか？私は会社を辞めてフリーランスになってから、抱負とまではいかないんですけど、その年の大きなテーマだったり、その年に取り組みたいことっていうのを年初に決めていて、でそれをざっくりとでも決めておくと、何か道に迷った時に道しるべになってくれます。で去年はしっかりと抱負というものを3つ作って、目標というよりは行動指針みたいな感じで、その年の柱となる3つのテーマというものを決めました。それをまず1つずつ振り返っていきたいんですけれども、1つ目はグリーンライフです。環境に配慮してなるべくゴミを出さない生活をするということで、この抱負を作ったことで本当に生活がガラリと変わりました。今までどれくらいゴミを出しながら毎日生きてきたかっていうのを気づくことができて、ついこの間友人にエコのことなんて考えたことがないし、そのエコを追求することによって生活の利便性とかを犠牲にしてストレスになるぐらいだったら、一人のインパクトなんてたかが知れているから、エコとかそういうことに縛られないで生きていきたいっていうふうに言われました。それを言われて、もちろんそれも一つの生き方だと思ったんですけど、私はやっぱり自分が楽にストレスフリーに生活していくためにいろんな命が犠牲になっているとしたら、私がそれで楽しく楽に暮らせていたとしても本当の意味で幸せではないなと思いました。数年前までは私も本当にその友人みたいな考え方をして生きていたので、本当に去年のそのエコ生活を通じて、自分の生き方の責任っていうものを考えられるようになったのは良かったなと思います。今年からも豊富に掲げなくてもグリーンライフというのは本当に自分の生活のベースになっていくと思います。去年の抱負の2つ目は Travel Less です。私は一昨年までは旅行することが多かったので、去年は旅行を少なくして、腰を据えていろいろなことに取り組むということを抱負にしました。抱負通り旅行は台湾旅行に1回行っただけだったんですけれども、その回数よりも本当にもう Travel Less っていうコンセプトをフルに取り入れて長野に家を建てることになりました。わざわざ飛行機とかに乗って息抜きが目的の旅行に行くよりも、家で本当にリラックスできる、家が充電できる場所っていうのにしたかったんですね。それが実現することになって本当に嬉しいですし、去年の後半は長野と東京を行き来していたんですけれども、その中で腰を据えて取り組みたいと思っていた畑を借りて自分でハーブとか野菜を育てるっていうことにもチャレンジできて、そこから学んだこともすごく大きくて、一つ目のエコ生活と同じで、本当に自分が食べるものっていうのの見方がガラリと変わりました。その話は長くなるのでまた別の機会にするとして、今年は引き続き長野でいろいろと取り組みたいこともありますし、また皆さんとシェアしていければと思います。去年の3つ目の抱負はスローダウンです。楽に早くを追求するのではなくて、あえて時間をかけて丁寧に生活をしてみるというもので、去年は日々使う塩麹だったり醤油麹だったり、そういう調味料を手作りしたり、ヨーグルトを手作りしたり、あとは長期物で味噌を仕込んだり、梅シロップを仕込んだり、そういうことをしました。特に体に取り入れるものについて、もちろん外でパッと買えるものがたくさんあるんですけど、自分であえて手作りすることでプラスチックとかそういうパッケージなしで作れてエコっていうのもありますし、何より待っている時間っていうのがその分愛着も湧きますし、微生物の力によって発酵っていうのはされるので、その助けられているっていう感謝の気持ちだったり、そういう感情が食べ物に注ぎ込まれる秘密の材料みたいな感じになって、食べるものの美味しいっていう味の定義が深まったと思います。
家庭菜園もスーパーとかに行ったらパッと買えてしまうものをあえて数週間数ヶ月かけて自分で作るっていうのはちょっと非効率に思えるかもしれないんですけど、本当に自分や家族の健康を考えて食べ物を選びたいと思ったり、自分が体に取り入れていく植物の命っていうものにきちんと向き合いたいと思ったら、自分で手作りするっていうことが時間をかかっても本当に一番実は効率がいいことなのかなっていうふうに思えたのも大きな変化だったと思います。今年も引き続き時間が教えてくれることだったり、時間をかけないと学べないことっていうのに意識を傾けて暮らしていきたいと思います。そして今年2020年の抱負ですが、一つ目は Connect です。去年は YouTube 動画の配信を通して全く予想もしていなかったぐらい本当にたくさんの方々とつながることができました。去年11月に行ったヨガワークショップでも、12月に行ったクリスマスオフ会でも、本当に自分や生活を変えていきたいだったり、より良い人間になっていきたいっていうポジティブな心を持った方にたくさん出会うことができました。今年は私自身が皆さんとつながれるということだけではなくて、皆さん同士がつながれる何かきっかけを作っていければと思います。今年の2つ目の抱負は Serve です。Serve というのは奉仕するという意味ですが、何かチャリティーとかボランティアとかに参加しようっていうことではなくて、私たち一人一人が日々生活していく中で世の中を少しでもポジティブにするために何か貢献できることがあると思うんですね。すごいヒッピーだと思われるかもしれないんですけど、私は結構ど真面目にこの世の中をもっと優しい世界にしていきたいと思っていて、みんなが今よりも少しだけ本当に自分とか周りに優しくすることができたら、もっともっと優しさのあふれた世界になると思っています。なので日々ポジティブな変化を世の中にもたらすために貢献できているかっていうことを意識しながら、そして仕事や人間関係でどうしようっていうふうに迷ってしまった時は、Serve できているかっていうことを道しるべに進んでいきたいと思います。今年の3つ目の抱負は Detox and Heal です。私たちはみんな何か過去のトラウマだったり心の傷っていうものを抱えていて、それが言えないままに、考えないふりをしていたり忘れたふりをしているっていうことがあると思います。私にもそういう傷だったりちょっとダークサイドっていうのはもちろんあって、それを見て見ぬふりをするのではなくて、しっかりと向き合って傷を癒していきたいと思います。あと日々の小さな誰かに傷つけられることを言われたり、心が痛むニュースを見たり、家族と喧嘩したり、そういうネガティブな感情っていうのはなかったことにして対処しないでいると毒素としてどんどん溜まっていくっていうことがあると思うので、定期的にファスティングをしたり日々のメディテーションなどで毒素を溜めないようにするデトックス&ヒールという短期的なサイクルでセルフケアをしていくルーティンっていうのを取り入れていきたいと思います。ということで今日は去年の抱負を振り返りながら今年2020年の抱負3つをシェアしました。いつも抱負とかは特に決めていないという方でも、今年は何か一つ、抱負や目標ではなくても大きなテーマっていうものを決めてみてはいかがでしょうか。何か参考になれば嬉しいです。それでは今年もどうぞ引き続きよろしくお願いいたします。See you next time!